FTG の初心者講座4回目です。ここまでの私はダウンロードコンテンツを2つオンの状態でライセンス試験を受けていました。しかし3つ目のダウンロードコンテンツを導入すると項目がめちゃくちゃ増える。とはいえ今更やり直せないのでワールドチャンピオンシップ未導入の状態で最後まで完走予定です。反響があれば新 DLC 版もやります。で、今回はロングパススキルですね。ロングパスについて学びましょう。射程は4から5タイル、流し目ストーリー、短いパスはできません。それでは実践です。アクション数に注目してください。パスは成功、アクション数は減る。それでは次の例です。アクション数が減っていません。この2つの違いは何でしょうか。それは敵の有無です。左の例はパスコースに敵はいません。一方、右の例では敵がいます。敵とのダイスロールに勝つ。これがアクション数の維持のからくり。次にスキルの成功判定について、今回はロングパスですから、パス能力が参照されるだろう。そう考えるのが自然ですが、パス能力は全く影響しません。影響するのはこれです。名称は潜在能力スキルです。この値が高いとスキルが成功しやすい。潜在能力スキルの値は、選手の素質でほぼ決まります。素質ある選手ほどスキルは成功する。潜在能力スキルというからには他の潜在能力もあるのだろうと思うかもしれませんが、他の潜在能力は基本能力を指します。例えば精度の値も潜在能力を示している。潜在能力は90あるけど毎回フルパワーは発揮できない。1しか出力できないこともあるといったイメージです。それのスキル版が潜在能力スキルとなります。どんなスキルであろうと潜在能力スキルの値を参照するので、基本能力で苦手なスキルを覚えて弱点をカバーすることもできます。例えばこの選手はディフェンスが低いがスライディングタックルを覚えれば前線でアクション消費なしでボールダッシュ、そのままチャンスを生み出すことも可能といった具合です。そしてスキルにはレベルが存在します。この選手のロングパスのスキルレベルは2です。そしてレベルと同じ回数だけダイスを振れる。相手が対抗手段を持たない場合、スキルは成功しやすくなります。今回の例で言うと、もし1回目のダイスロールで負けても2回目で必ず勝てるので、このロングパスは成功します。一方、ライセンス視点では、潜在能力、スキルの値が同数の場合、アクションを仕掛けた側が勝つので、1回目のダイスロールで必ず勝ちます。盤面を戻しまして、アクション数はまだ2回残っている。ドリブルで近づいて精度を上げます。そしてゴール。次の問題です。アクション数は2回までです。ボールの保持者はスキルがない、無能。ロングパスができる選手、発見。この選手の精度が58で、もう一方の選手の精度は108です。なんとなく見えてきましたね。まずはスキルホルダーへのパス。アクションはあと1回。そして精度の高い選手へロングパス。守備をかいくぐり成功です。アクション回数は1回のままです。あとはゴールに流し込む。ちなみにカワーショットでもか。この動画の最後の問題です。この選手はロングパスを使えるが、選択肢にロングパスがありません。なぜでしょうか。ロングパスの射程を思い出しましょう。その射程は4から5タイルでした。改めてこの場面をご覧ください。選手と選手の間は3タイルなので、ロングパスは使えなくて当然でした。ちなみに上の選手も同様に3タイルです。斜めも1タイルが適用されるためです。ロングパスが使えないので、どうしよう。ここでのポイントは、ボールを持っていない選手もアクションが可能ということです。いわゆるオフザボールですね。これまではボールを受けてからドリブルをしていました。今回はボールを受ける前にペナルティエリアに侵入しちゃおう。これでロングパスの射程範囲。あとはゴールに流し込みます。こちらもカワーショットでもか。次回はスルーパスを学びます。今回学んだオフザボールとパスを同時にワンアクションで可能とする。さらに敵が絡めば実質のアクション。操作方法が少しとっつきにくいですが、ぜひともマスターしましょう。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。